僕はやっぱ高級なおにぎりだと思ってるので、やっぱ一体感大事なんですよね、どっちかが良ければいいってことではなくて、口に入れた瞬間に完成するお料理だと思ってますので。実家酒屋で、はい。でもうちょっと今年の11月でなくなっちゃうんで、え、それでもう、親孝行もしたことないってことで、はい。ちょっと宿もらって頑張ろうかなと。つぶ貝と青いの肝を干してそばと和えたものになります。時期なんで白子ポン酢、はい。でマグロの角煮になりますね。で開けていただいたものがもずく酢になります。いきなりそばですか。面白い。ちょっとワンオペでやることが結構多いので、はい。お客様の手持ちぶたさにならないようにちょっと前菜はちょっと少し多めにお出ししてるという感じで、酸味が強すぎない気がする。ここの部分を結構じっくりコトコト煮るんですか。低温調理ですね。3時間ぐらいずっと弱火で炊いてくるって感じです。うわ、うまっ。うわ、ちょっとまた温度も絶妙。これは完全ノンベセット。つぶ貝の肝と貝かける貝の肝かける肝、もう激うまです。ありがとうございます。これがつぶ貝の肝です。これつぶ貝の肝、はい。でもパッと見で、これっちがアワビじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと奥の方に手前がアワビの肝で、はい、あ、ちょっとだけ違いますね、はい、色が。ヒラメ昆布締めになりますね。昆布どれぐらいですかこれ。昆布は1時間ぐらいですね。もう表面だけ軽くやってる感じで。うまっ。食感がやっぱいいですね。食感はもちろん似てるんですけど、はい、本体の甘い。あ、そうですね。スイカはやっぱりゴリゴリ。ゴリゴリです。はい。はい、どっちも美味しい。すごいむっちりしてる。後半からすごいぶわってクリーミーな。あ、そうですね。ちょっと白子みたいな。ちょっと軽く、それもちょっと仕込みの段階でそういう風には仕上げてはいるんですけど。
八王の揚げ出しになりますね。上天ぷらになってて、はい、下はちょっとネギ素揚げになってますね。うまっ、ふわ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 の天ぷら、そこにちょっとあっさりめのお出汁。川端屋さんは行きたいってなったら、予約方法は今どんな形で受け付けてますか？お電話と、ネット予約の2種類ですね。ネットは食べログ。じゃあ電話か食べログのネット予約、そうです。今営業はお昼が11時半から1時半、はい、で夜の部が5時から10時です。じゃあ一斉ではない。一斉スタートじゃないです。それぞれお昼と夜は今お任せはいくらでやってらっしゃるんですか？いや、給水は一緒です。ただ夜、ランチのお任せに限っては事前予約にしていただかないと、仕込みが間に合ってないんで。はい。で特上になると関数が増えるんですね。そうですね。で2000円、3000円、5000円。で昼も夜ももうおつまみとかと食べたければ、事前予約制でお任せもやると。そうですね。シャキシャキ系だ。そうですね。うまっ。生姜をちょっと強めにしてます。すごいフルーティーですね。うまっ。シャリがちょっと個性的です。そうですね。分かっていただけると嬉しいですね。なんかすごい複雑な感じのシャリ。水分量も結構少なめに。いやでも絶妙な感じのシャリで、ありがとうございます。マグロももちろんめちゃくちゃ美味しいんですけど、シャリをすごい感じました。今日塩釜ですね。うまっ。もちろん大トロはめちゃくちゃ味が一番強いネタじゃないですが、でもシャリが負けてないですよ。シャリがしっかり顔出してくるっていう。そうですね。シャリはやっぱ結構重要視してますね。主張が強いシャリにしてますね。しっかりありますね、味が。ただ蛇腹やっぱうまいっす。なんか映えない美味しさもあるなとは思ってるんですよね。映えない美味しさっていうか、やっぱひし形、船形の握りが美味しいとされてるじゃないですか。でもなんか本当にそうなのかなってちょっと最近思ってきて、当然それも大事なことなんですけど、ネタによって握り方も違うし、シャリの大きさも硬さも違うのに、本当それ1個でいいのかなとかちょっと思ってきて。僕はやっぱ高級なおにぎりだと思ってるので。寿司は高級なおにぎりだと思ってるんです。やっぱネタとシャリが口に入って一体になって初めて美味しいものだと思ってるので。一味漬け、一匹分。もうそのサイズだけです。うちがしか使わない。このサイズだけ。もうそれが一番いいです。お寿司に合います。はあ。この小肌はめちゃくちゃ個性的ですね。ありがとうございます。これでも久々にギュッとしてる小肌を食べたというか、みずみずしさがある。そうですね。やっぱ水分量はすごく大事にしてるので、塩をして、で水抜きして、で酢して、で1日置いて、でその日使う時に軽くガリ酢で洗ってます。ガリ酢で洗う？普通の酢じゃないんですか？ガリ酢ですね。なんでガリ酢？締める時は普通の酢で締めてるんですけど。米酢ですか？米酢で締めてるんですけど、あと使う分だけ、次の日使う分だけガリ酢でちょっと洗って、でネタケースに入れてるって感じですね。
いうのも僕やっぱ小肌結構大事にしてて、はい。大トロの大体赤中大で出すじゃないですか。だから大トロの後の赤身だとちょっと小肌だとちょっと感じにくいんですよね。油で小肌が余韻が強すぎて。余韻が強すぎて、なんで順番的には中大赤にしてるんですよね。このフォルムですよ。ご近所ですけど、東京ドームの屋根みたいなフォルムしてるまあ結構この最初のファーストタッチはこの切り付けでふわふわなんですけど、下の方というか厚みがまだ分厚い感じ残ってるんで、そこは結構イカっぽいコリコリ感。これだからすごいこう分かっていただくと嬉しいんですけど、ここあるじゃないですか、間の、はい、ここまで入れたくないんですよ本当。ああ、下までいっちゃわないんだ。そうです。あえてもう表面だけ、裏を表面だけ入れたいって感じですね。イカってやっぱ旨味がこう甘く広がるじゃないですか。なんであんまり入れすぎたものは僕は結構がっつり食べてほしいなって。ほっこり系だ。でもこの温度ですね。温度ですね。これもあったかすぎるとちょっと違うんでしょうね。この味付けもなんかでも大将のお人柄が出るな。寿司屋に来たらこれって感じを全部ちょっと入れたいなとは思ってますね。マグロさんから小肌、ウニ、アナゴっていうのはやっぱり、この 6種類はやっぱ変えられないですね。やっぱでもかんぴょう巻きって、まあ、これこそあんまり正直映えないけど、海苔が来てシャリが来てかんぴょうが来て、間にわさびがツンと香ってってこの四位一体が、やっぱり外せない。外せないですね、王道ですね。上の薬味がめちゃくちゃうまい。ありがとうございます。生姜とネギいいっすね。でかっ。全然違う。こっちの方がニュアンス的には熟れてる感じがします。じとっと溶けていく感じ、ちょっととろっぽい。先に出てたちっちゃい方の方が
さっぱり系でこっちの方がこってり系ですね。そうですね、うんやっぱでもそのサイズになってくるとやっぱ油の乗ってる量とかもありますし、やっぱちょっと締め方を変えますよね。でも一番もちろんどのネタも思い入れあるけど、はい寿司職人からすると一番こう思いが詰まってるネタの一つではありますよね。そうですね、小肌はそうですね、当然ですよ、もちろん全部もちろん全部大事なんですけど、やっぱり小肌だから今日もお客様にやっぱ小肌おかわりさいただいた時はすごい嬉しいですよね。嬉しいな。キズと、米酢と梅酢、リンゴ酢、赤酢です。つまりお酢何種類ブレンドですか5種類です。5種類、はい、でお米はお米はコシヒカリで 100% ですね。 100% コシヒカリ、はい、どこのコシヒカリ？魚沼産ですね。新潟、めちゃくちゃ珍しいですね。はい、で塩砂糖は塩砂糖も入れてます。入れてる、はい、酢の配合がすごい特徴的。ありがとうございます。全体的なニュアンスで言うと酸味塩味甘み系で言うと酸味系ですね。酸味系ですね、うん、やっぱり地元のおやつは使いたいってやっぱ思ってたので、やっぱ名前も名前なんで、やっぱり実家のヤゴもらってるんで、実家の米使ってそれで美味しいのを作ろうかなっていう。やっぱコシヒカリやめた方がいいよってやっぱ言われますけどね、うん、普通に考えるとちょっと逆説的ですよね。はい、ですけどやっぱそれでもうまいシャリ作れるよっていうのをしたかったんですよね。跳ね返したいっていう気持ちがあって、みんながダメってこう反感買ってる上で、あでもうまいじゃんってやっぱ言わせたいなって思ってたので、うん、いや大将今日楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそわざわざありがとうございます。この寿司かばた屋さんのこだわってらっしゃるところとか大切にされているところってどんなところですか？お客様に喜んでいただければそれで、すいません。控えめだな。何もできないですけど、よろしくお願いします。本当にいろんな方々を受け入れてくださるお寿司屋さんだと思うんですけど、はい、強いて言うならなんかどういう方に来てほしいみたいなのってあったりしますか？それはもう老若には問わないですよ。もううちに来ていただいた人に、楽しく美味しく言っていただければその空間を、お金もそうですけどお時間もいただいてるわけですから、はい、やっぱその空間をやっぱ大事にしていきたいので、それでやっぱまただから2回目の来店って嬉しくないですか？うん、やっぱ一番嬉しいんで2回目って、だからまた来ていただけるようにやっぱその日その日はやっぱ大事にしていきたいだけですね。すごい自分も今日勉強させていただくことがすごい多くて、いや全然とはいえ同世代なんで、いや私なんか全然いや全然今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お体に気をつけてありがとうございます。適度に、はい、本当に今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。寿司屋に来たらこれって感じを全部ちょっと入れたいなとは思ってますね。マグロ、サンカン、小肌、ウニ、アナゴっていうのはやっぱり、この 6種類はやっぱ変えられないですね。寿司屋でやっぱ絶対頼みたいものですし、それあって絶対いいなと思ってるので。でも一番もちろんどのネタも思い入れあるけど、寿司職人からすると一番こう思いが詰まってるネタの一つではありますよね。そうですね。小肌はそうですね。当然ですよ。もちろん全部もちろん大事なんですけど、やっぱり小肌だから今日もお客様に言えば小肌おかわりさいただいた時はすごい嬉しいですよね。嬉しいな。全然違う。こっちの方がニュアンス的には熟れてる感じがします。じとっと溶けていく感じ、ちょっととろっぽい。先に出てたちっちゃい方の方がさっぱり系で、こっちの方がこってり系ですね。そうですね、やっぱでもそのサイズになってくるとやっぱ油の乗ってる量とかもありますし、やっぱちょっと締め方を変えますよね。僕はやっぱ高級なおにぎりだと思ってるので、寿司は高級なおにぎりだと思ってる。やっぱネタとシャリが一体になって口に入れて一体になって初めて美味しいものだと思ってるので、